皆さんこんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。あきらさん、今日の調子はどうですか？元気ですよ。でも、ちょっと面白いことがあったんです。おや、何があったんですか？実は昨日、友達と話していた時に、あきらっていつもその言葉を使うね、と現れたんですよ。ああ、そうなんですね。自分では全く気づいていなかったんですか？はい、完全に無意識でした。指摘されて初めて、また言ってる、と気づいたんです。わかります、その感覚。今日のテーマにぴったりですね。そうですね。なので今日は私たちが無意識にやってる口癖に気づいた瞬間について話してみたいと思います。口癖って本当に自分では気づかないものですよね。不思議なくらい気づきません。普段息をするように自然に使っていますからね。私は誰かの会話を聞いているときに、その人の口癖に気づくことはよくあります。他人の口癖はすぐわかりますよね。この人またこの言葉を使ったって。そうそう。でも、いざ自分のことになると全くわからないのが面白いところです。本当にその通りです。家族や親しい友人に言われて、嘘でしょうと驚くことが多いですね。そういえば、口癖にはどんな言葉が多いんでしょうか？そうですね。人によって違いますが、よくあるパターンはいくつかありますよ。例えば、なんかとか、とかですか？はい、まさにそれです。その2つは日本人が本当によく使う言葉ですね。なんかは私もよく言ってしまいます。特に理由もないのに文の最初につけてしまいますね。なんか今日は暑いですねとか、なんか面白い映画ないですかとかですよね。はい、そのなんかです。これってなぜ言ってしまうんでしょうか？多分話す前の準備をしているんだと思いますよ。準備ですか？はい。急に話し始めるよりも、なんかを入れることで少し時間を稼いでいるんです。なるほど。頭の中で言葉を探している時間なんですね。それに少し柔らかい印象を与える効果もあるかもしれません。確かに、も同じような理由ですね。そうですね。は完全に時間を稼ぐための言葉です。英語のレッドミーシーとかウェルと同じですね。その通りです。でもあまり使いすぎると自信がないように聞こえるので注意が必要ですね。はい、気をつけたいと思います。でも本当に無意識なので直すのは難しいですね。そうなんですよ。だからこそ口癖なんですよね。ところで、ゆいさんは自分の癖癖を指摘されたことはありますか？はい。実は最近妹に言われたんです。ほう、どんな言葉ですか？私、逆にという言葉をすごくよく使うらしいんです。逆にですか。ゆいさん確かに言っていますね。あきらさんも気づいていましたか？なんだか恥ずかしいです。たまにですけどね。逆にそれもいいんじゃないみたいに。そうなんです。何も反対していないのに逆にから話し始めてしまうんです。面白いですね。どうしてその言葉を多用するようになったんでしょうか。妹が言うには私が違う視点から意見を言おうとするときに出るらしいです。なるほど。単に反対しているわけではなくて別のアイデアを提案しているんですね。そうなんです。でも聞いている側からするといつも否定されているように感じるかもしれないので反省しました。確かに言葉の意味だけを取ると反対ですからね。はい。だから最近は逆にを言いそうになったら一度飲み込むようにしています。それはちょっとストレスがたまりそうですね。そうなんですよ。長く続けてきた癖癖を直すのは本当に大変です。あきらさんはどうですか？最初におっしゃっていた友達に笑われた言葉は何だったんですか？私の口癖は、一応です。ああ、一応ですか。それは日常会話でとても便利でよく使う言葉ですよね。そうなんです。一応確認しましたとか、一応大丈夫ですとかですね。私もよく使いますよ。でも、それがどうして笑われたんですか？何に対しても一応をつけてしまうからです。
お昼ご飯食べたと聞かれて、一応食べたよと答えたんですよ。ご飯を食べたかどうかに一応は必要ないですよね。食べたか食べていないかですから。そうなんです。友達に、一応って何？ちゃんと食べたんでしょと突っ込まれました。確かにそれはちょっと面白いですね。無意識の力ってすごいです。どうやら私は、はっきりと断言するのを避ける癖があるみたいなんです。なるほど。少しだけ責任を逃れようとしているわけですね。そう言われると耳が痛いですが、その通りかもしれません。でも日本語にはそういう意味を曖昧にする言葉もたくさんありますからね。ええ、とりあえずとか、まあとかも同じ仲間ですね。そうですね。少し謙遜しているような柔らかいニュアンスを出したい日本人の心理なのかもしれませんね。そうです。でも、使いすぎるとただの自信がない人になってしまうので、私も気をつけます。こうして話してみると、口癖にはその人の性格や心理が現れていますね。本当にそう思います。ゆいさんの逆には、新しいアイデアを出したいという前向きな気持ちからですし、あきらさんの一応は慎重で丁寧な性格だからこそ出る言葉ですよね。そう言ってもらえると救われます。でも、やっぱり直した方がいい口癖もありますよね。そうですね。例えば、でもとか、だってとか、否定的な言葉から入る口癖は相手を少し不快にさせるかもしれません。はい。でもさーと毎回言われると、せっかく楽しく話していても少し疲れてしまいますよね。そうなんです。だから自分の口癖を知ることは日々のコミュニケーションを見直す良い機会だと思います。同感です。他人に指摘された時は、怒ったり恥ずかしがったりするのではなく、感謝した方がいいかもしれませんね。教えてくれてありがとうという気持ちですね。なかなか難しいですが。ええ。でも今日からお互いに少し意識してみましょうか。いいですね。もし私が逆にと言ったら、あきらさん遠慮なく指摘してくださいね。わかりました。その代わり、私が意味もなく一応と言ったら教えてくださいね。任せてください。厳しくチェックしますよ。お手柔らかにお願いします。ところで、言葉だけじゃなくて、無意識にやってしまう仕草もありますよね。体の動きの癖ですね。確かにあります。ゆいさんは何か無意識の仕草はありますか？私は考え事をするときによく腕を組んでしまいますね。わかります。あきらさんよく腕を組んでいますよね。やっぱりそうですか。これも会議中に同僚からいつも腕組んでるねと言われて気づきました。腕を組むのは何か心理的な理由があるんでしょうか？多分集中したい時や少し警戒している時にやってしまうんだと思います。なるほど。私は緊張すると髪の毛を触ってしまう癖があります。それは女性には比較的多い仕草かもしれませんね。はい。プレゼンテーションの時なんかに無意識に髪を耳にかけたりしてしまいます。言葉の口癖もそうですが、仕草も自分の気持ちを隠しきれずに外に出てしまうものですね。本当ですね。言葉と仕草、両方に気をつけないといけないなんて人間って大変です。あはは、確かに。でもそういうちょっとした癖があるからこそ人間らしくてその人らしい魅力になることもありますよ。そう言ってもらえると嬉しいです。完璧すぎる人よりも少し隙がある方が親しみが持てるかもしれませんね。さて、今日は無意識にやってる口癖や仕草について話してきましたが、いかがでしたか？自分の無意識の行動を振り返る、とてもいい機会になりました。そうですね。リスナーの皆さんも家族や友達から指摘された面白い口癖があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。一応とか逆にとか、私たちと同じ口癖の人もいるかもしれませんね。皆さんのエピソードを読むのを楽しみにしています。はい。そしてもし今日の会話が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が私たちの動画作りの一番の励みになります。
それから今日のポッドキャストの会話スクリプトは一番上の固定コメントから確認できますよ。わからなかった単語や表現があったら、ぜひスクリプトを見ながらもう一度聞いてみてくださいね。シャドーイングの練習にもぴったりなので、たくさん活用してください。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さようなら。